ちは。こんにちは。今日はですね、メンタルが落ちた時の対処法6か条というタイトルでお送りしたいと思います。みんなありますよね、気分がちょっと落ちる時っていうのは。なんか緊急事態宣言で東京とかも皆さんなかなか外に出られないとか、お友達に会えないとか、そういうのも辛いですよね。みんなやっぱりそういうこと。すごいやさぐれてる、私も。本当。じゃあ結構私たちにとってもタイムリーな、これはタイトルとビデオということでいろいろ考えましたよね。そうですね。はい。6か条いってみますか。はい。はい。1つ目は体を動かす。はい。で、なんか私はね、これが一番大事な気がするのね。すごい簡単なことなんだけど、なんかもう本当に近所に散歩に行くだけでもいいし、あるいはなんかもっと簡単になんかちょっとストレッチするとか、それからなんだろうな、もちろん音楽かけて踊るのとかもいいし、それからなんだろう、なんかもう本当にシャワー浴びるだけでもちょっとなんか一番ね、私がダメなのは座って悶々としてるのがやっぱ一番ダメなので、とりあえず腰を上げて体を動かすっていうのが結構大事な気がする。そうだね。やっぱりもう体重くて朝起きたくない、もうこのままずっとゴロゴロしてよみたいな感じで本当にやっちゃうと、それ本当に気分悪くなっちゃうんだよね。そうなんだよね。で、私の場合は海に行ってなんかちょっと遊んだりすれば元気になることは分かってるんだけど、でも海にまでも行けない時に今回、時間がないかもしれないし、ちょっと遠出するのってそれ自身エネルギーがいるから、そこまで元気じゃない時の対処法。そうね。だからもう本当に家の中でストレッチでも近所で散歩でも何でもいいと体を動かす。私ね、最近ね、オンラインでズンバ習ってるの。いいよね、楽しそう。ニューヨークに住んでらっしゃる私よりちょっと上ぐらいかな、分かんないけど、日本人の女の先生ですごくいい先生で、すごく丁寧に教えてくださるんだけれども、なんか最終的には音楽を感じて自由に体を動かしてればいいのよっておっしゃってくださるから、ステップすぐ分からなくなっちゃうんだけれども、ノリノリで踊ってるとなんか気分良くなりますね。楽しそう。私もやりたい。ということで、体を動かすのが一つ目ですね。はい。次行っていいですか？どうぞ。で、次はね、音楽。体を動かす時にもね、音楽があるといいなと思うんだけど、でなんかもうなんか好きな音楽聴きながら散歩行けば、それだけで結構気分良くなるし、であともし家に一人だったらガンガン好きな音楽かけながら、なんかとりあえず無心になんかキッチンの床拭いたりとか、レンジ磨いたりとか、そういうのも結構効くかも。でいつもやるわけじゃないけどね。でそうするとなんかダブルで気持ちいいじゃん。音楽と綺麗になるのと。なんか音楽は結構効くよね。そうね。私、音楽も好きだけど、歌う方がストレスを発散する。私も結構歌う。でもちょっと家ではさ、なかなか歌いにくいから、私は車の中でよく歌ってる。一応密室だからね。そうピタッと漏れてるかしら、ちょっとわからないけど結構本気でそのラジオで知ってる曲が流れたりとかしたら、それに合わせてたりもするし、それからそうね、家でボレロを聴くことあるね。ボレロ、ちょっと荘厳な感じだけど、そう荘厳なんだけど、そのじゃーん、ちゃ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 んちゃちゃちゃんってこうなんかスキーをしながらガンガンに聞くとなんかじゃあそこでホルン入ってみたいな、そういう感じなの？面白い。振りを入れるとね、結構なんか気分がいいから。なるほどね。そう、私もさっき言うの忘れたけど、やっぱり音楽かけてどっか磨いてたら絶対歌うね。歌うよね。歌う。家に昼間だったら大体一人だから歌いますね。車の中でも歌うけど、私は家の中で結構張り
り上げてるかな。見たのとこは広いからいいけど、声出したら隣の人びっくりしちゃうって感じ。まあまだ開いてたらね。はい。はい。で、私最近好きなのがブルーノ・マーズとかエド・シーランとか、ピンクとかよく聞いてるけど、私がちょっと最近気に入っている YouTube の音楽のチャンネルリンク貼っておきます。素敵素敵。はい。でね、次は映画です。映画もね。元気が出る映画なんかある？私ね、普段全然気分とは関係なくね、最近よく見るのは、なぜかアクションものなのよ。はいはい。スピード系とかなんかアクション系よく見るんだけど、あれもすっごい面白いんだけど、夢中になって見てると体もすっごい緊張で硬くなっててで最後すっごい疲れるの。なんかいいのか悪いのかよく分かんないけど疲れちゃったっていう感じになっちゃうからまあ、気分が落ちてる時は不向きだよね。あ、そうか、不向きな話ね、それは。分かった。だから私、だからそうそう見るのはやっぱり踊れる系かな。マーマイミアとかメリル・ストリップが好きだから、何回か見てる。楽しいね。好きです。一緒に体を動かすね。ハッピーな感じ。似てますね。私もやっぱりね、音楽系の映画2つちょっとご紹介したいんですけど、2つとも音楽系で、1つ目は、1999年に作られた映画でサルサっていう映画ね。でなんかちょっと他に似た題名の映画があるので一応1999年制作って言ってるんですけど、なんかね、クラシックのコンサートピアニストを目指しているフランス人の男の子がなんかもうサルサに対する情熱を抑えきれなくてクラシックを捨てて、でなんかキューバ人のふりをしてサルサのダンスのレッスンの先生になるんだよね。でそこに来た女の子と恋に落ちてっていう話なんだけど、その中にそのサルサのダンスのコンペティションのシーンとかもいろいろ入ったりしてね。かっこいいんだよね。そうでその主人公の男の子っていうよりもその相手役の女の子のダンスとか、それから本物のキューバ人の男の人たちのダンスがめちゃめちゃかっこよくって、でなんかもうこう見てるわけ、ずっと体動いてる感じ。わかる。それさ、家で見るのはいいんだけどさ、カルディコーヒーファームって知ってる？全然関係ない。知ってる。あそこ絶対サルサが流れてるの。覚えてる？覚えてる。そう。でね、ついなんかこう商品見ながらこんな感じになっちゃう。いいんじゃない？みんななってんじゃないの？わかんない。そんな人あんまりいないかも。そっか。そうだな。この映画は見終わったらね、なんかサルサのダンスの教室探したくなると思う。すごい元気出ます。いいね。ちょっと予告編のリンクを貼っておきますね。はい。でね、もう一個はこれも映画音楽系の映画なんですけれども、2007年制作のヤング・アット・ハートっていう映画で、これは、アメリカのドキュメンタリーなんだよね。で平均年齢80歳の、コーラスグループ、おじいちゃまおばあちゃまのコーラスグループの活動を追ったドキュメンタリーなんだけれども、このね、コーラスグループって言ってもその選曲がかっこいいんだよね。もうジェームス・ブラウンとかブルース・スプリングスティーンとか、それからコールドプレイとか歌っちゃうわけよ、おじいちゃまおばあちゃまたちが。でそれがなんか可愛くてかっこよくて、でもその音楽監督の人は大変なわけよね。やっぱりなかなか皆さん歌詞覚えられなかったりとか、お願いだから曲全部覚えてきてってお願いしてたりとか、レッスン中に後ろの方で居眠りしてるおばあちゃまとかもいたりとかしてなかなか大変なんだけど、でもそのコンサートのシーンとかちょっとすごい素敵。やっぱりね、こうアドレナリンがうわっと上がるんだろうね。なんかね。素敵だった。私これは知らなかったんだけど、ふみちゃんにちょっと途中悲しいシーンとかもあるんだけど、でもとにかくこの生き生きしてる方たちがとっても素敵で、これもやっぱり見てるとなんかちょっといい人生生きなきゃなって思ったりします。はい、これも予告編のリンクを貼っておきます。はい、だから
2つ、これが映画ですね。で、次はおしゃれする。どうですか、はるちゃん。私ね、なんか本当を言えばあんまりおしゃれ、ファッションにそんなに興味はないので、ちょっと本当はピンとこなかったんだけれども、そういえばと思って、先日その緊急事態宣言がもう長引いて、でも感染者数もすごい上がってたし、なんかこれはなっていう感じで、本当に自粛生活、でなんかこうやさぐれてたんだけど、もう今日はダメっていう日があってどうしようと思ったんだけど、なんかしっかりお化粧して髪きれいにして、で一番きついパンツを履いて、できれいな靴履いて、で近所のデパートに行きました。でどうしようかなと思ってた、お茶すればいいかなと思ってたぐらいなんだけど、なんかその時に気になった服、を全部試着したの。お店の人にとってはすっごい迷惑な客だと思うんだけど、でも試着してるうちにちょっと元気になった。なんかお店の人が一生懸命これもいいんじゃないですかとか、これにこれを合わせてとか言ってアクセサリーとかいろいろやってくれると、なんかとってもいいんじゃないみたいな感じで、最後申し訳なくなって T シャツ1枚だけ買ったんだけどでもまたその時の洋服覚えてていいんじゃないってその時思ったら、また別の時にね、そのお店に帰って買うかもしれないですよね。そう、そのお店がすごく好きになったし、それもいい方法だ。でもやっぱりファッションの力ってあるんだなって思ったし、それからさっき言うの忘れちゃった、出かける時に私結構香水は香水ってほどではないんだけど、もっと軽いのなんていうんだっけ、モーレコロンとはね、香りの力はすごく感じる。元気になりたいとか、これからなんか出かけようっていう時は必ずつけます。やっぱり自分が一番気に入ってる洋服着てちょっと綺麗にして出かけるのって大事だよね。そうだね。なんか美容院に、美容院、ごめん。もういいよね。美容院はいい。美容院の方がすぐ効果がわかるっていうか、そう綺麗にしてもらうと、帰りは行きよりはちょっとなんかちゃんと背筋が立ってさっそうと歩いて帰るっていうような気分にはなるよね。わかる。そう、ふみちゃん今日いいの着てるんだよね。なぜジャケットって感じだけど、なんかこれはね、軽いジャケットなんだけど、ちょっとね、裏が可愛いんですよ。こういう感じ。そういうの可愛いよね。裏のおしゃれ。ふみちゃんの方がおしゃれだからね。なんかいろいろわかんないけど考えるでしょ。そうね、おしゃれの力は大きいとは思う。5つ目、食べる。そうね。やっぱり元気ないとちょっと食べて元気にならなきゃって普通思うかな。その時のリカバリーメニューっていうのを持ってるといいような気がして、私の場合は、チキンカツかアジフライサンド。はるちゃんのアジフライサンド美味しいんだよね。普通ただそうフライにしてるだけなんだけどね、ギュッてレモン絞ってタルタルソースとそれからバゲットに挟んでもうバリバリ食べるみたいな。いいね。ふみちゃんは？私もちょっと似てるんだけど、でももっとシンプルだな。揚げずに美味しいチキンをちょっと贅沢して買ってきて、でそれに美味しい塩コショウで、それを鉄のフライパンにガリガリに焼いて、やっぱりレモンギュッて絞って食べるとなんかすごい元気になる気がする。あれはやっぱり、タンパク質だね。なんかそうだね、タンパク質だね。そういう時ね、私特に肉食ではないんだけど、そういう時やっぱり、必要かもしれませんね。はい。次は喋るですね。はい。どう喋る？はるちゃんが言ってたみたいに、やっぱり気分が落ちた時って誰とでも喋れるわけではないんだけど、
やっぱりそういう時に喋って元気になるこうすごい親しいお友達とか、私にとってもはるちゃんとかもそうなんだけど、やっぱり一人でうつうつとしてないで、そういう心を許せる人と楽しいおしゃべりするっていうのはすごい聞くね。いいよね。私も結構ぐちぐちふみちゃんに言うけどさ、あんまりね、なんかその暗い話ばっかりしてて嫌われても困るから、ただ明るくなんかその毒を吐くみたいな感じなのはたまにはいいかも。親しいお友達の中ではと思う、本当に。なるほどね。面白い。さっきのねズンバの先生ね、週1回夜ニューヨークは朝なんだけれども習ってるんだけど、オンライン上だけでリアルで実はお会いしたことがないんだけど、ものすごくポジティブな感じ、ポジティブオーラも全身からにじみ出てるような先生なの。いいね。で、それもやっぱり魅力だよね。でなんか最後ねいつも終わるときはねI love me って言って終わるいいでしょ。すごい。そう笑っちゃったけど、よく考えたらやっぱり I love me って言えて寝たら、その日は少し体は軽くなるよね。そうかもね。そうだね。思い素敵。で今回ねお互いリストを作ってなんか付き合わせてこんなこと喋るみたいなやったけど、これ良かったと思う。これやっといくとその本当に落ち込んだ時ってどうやって戻るんだっけっていうのを思い出せないぐらい落ちたこともあるかもしれないじゃない。そうだね。あれどうするんだっけって、でもちょっとどっかにメモっとくといいよね。そうだね。そういう意味でもよかったですね。よかった私たちも、はい。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。で次回なんですけれども、以前に小物から始める整理整頓というビデオをやったんですが、時にちょっと積み残したまだきれいにしたいなという場所が何箇所かあり、次回はそれを小物から始める整理整頓パート2ということで、お送りしたいと思います。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。